I've got the world on top of me, weighing down so heavily. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. But you make me feel. But you make meはい、高弘です。今日は、僕がね、普通の生き方を、諦めた日で、それでもなお、自分らしくね、自分らしくっていうか、自分の人生をもう一回ね、再構築して生き直そうと思ってる、理由っていうか、そこら辺の現状みたいなものをちょっと話をね、していきたいなと思って、動画回してるんですけど、皆さんもそうだと思うんですけど、普通っていう言葉があるじゃないですか。ね。で、僕の中にもちろんその普通っていうのがあって、もう子供の時から普通になりたいとか、なんか妖怪人間ベムみたいですけど、なんか人間になりたいみたいな、なんか普通になりたいとか普通にしなきゃとかみんなと同じしなきゃみたいな意識がめちゃくちゃ強かったんですよ。そういう固定観念みたいなものがすごく根強くあって、教育の影響も大きかったし、親の影響も大きかったと思うんですけど、学生時代はね、それができなかったんですよ。人と同じことができなくて、自分はちょっと変わった人間だなとか、恥ずかしい存在だなみたいな、間違った思い込みをね、子供ながらにも作っちゃって持っちゃって、それでそれにふさわしい行動を自分から選んでしてきたみたいなところがあるんですけど、大学卒業するときに、僕就職活動しなかったんですよ。全然やりたいこと分かんなかったし、これからどうやって生きていくんだろう、生きていけばいいんだろうみたいなものがすごくあったので、大学に通っていた同時期に、卒業間際かな、ある専門学校みたいなところに通ってたんですよね。簿記の。で、そこで、いよいよね、その簿記の学校も卒業っていう時に、たまたまね、その税理士事務所の求人広告を見て、普通にね、会社に就職しないと親の手前ね、申し訳ないなと思ったから、せっかくね、簿記の勉強もしたし、やってみるかっていうので、応募したんですよ。無事ね、就職が決まったんですよ。ギリギリ3月、本当にね、23日だったかな。もう今でも覚えてますけど、一緒にその先生と食事をして、面接みたいな感じだったんですけど。で、入ったんですよね。入所したんですよ。税理士事務所に。で、僕23歳、2歳だったし、先生はもう、60近い大先生だったんですけど、非常に目かけてくれて可愛がってくださったんですよね。で、同じ、事務所にいた30代の男性が一人いたんですけど、多分僕が入る前までは彼が、先生からいろいろ指導を受けたりとか、密なコミュニケーションを取ってたところに若いのが入ってきて、奪われたみたいな感じで思われたんでしょうね。その30代の人から結構ね、先生がいないところで嫌がらせを受けたりねしたんですよ。で、先輩ってその男性の職員しかいないから、お客様のところにね、行くときに必ず2人で行動するんですけど、車の中ではもちろん無言だし、嫌がらせみたいなね、わざと連絡事項を僕にだけ教えてくれなかったりとかね、今考えたら本当くだらないことをしてたんだなと思うんですけど、当時の僕はやっぱもうね、なんていうのかな、もう社会人一発目でこんな経験してみたいな感じで本当に嫌になっちゃって、4ヶ月目ぐらいで僕辞めちゃったんですよね。で、それからなんていうかな、やっぱ普通に会社に入って働かないと親を悲しませるとか、人と同じようにやんないと生きていけないっていう思いがやっぱ根強かったから、そこから次の会社で次の会社って、転職をねどんどん繰り返していくって人生になっていくんですよ。もう平成元年から平成30何年までありましたけど、もう本当に転職
しかしてないっていうそんな人生だったんですよね。でも共通して言えるのはやっぱりその仕事が嫌でとか、むしろ仕事好きだったし、働くの好きだったし、こうそこに対しての不満とかストレスみたいなものほとんどなかったんですけど、こうどうしてもね、大勢で働くとか集団で働くとか、そういった集団の中に自分を身を置くっていうのがやっぱどうしてもね、僕苦手なんですよね。できない。まあこれは今に始まったことじゃなくて、当時ね、子供の時からそうなんですよ。その集団に馴染めない、なんか浮いちゃうみたいなで、そういった自分をやっぱり毛嫌いする自分もいたし、恥ずかしいと思う自分もいたし、そういう自分ではいたくないっていうのももちろんあったんですけど、めちゃくちゃ自己否定してましたね。なんでできないんだろうみたいな。もう何回泣いたか、悔しくてで、それがね、結局44歳まで続くんですよね。なんていうか、組織の中で働く、集団の中で働くっていうのをどうしてもできない自分を変えるよりは、そのレールから外れてみよう、外れてみようって思えたんですよね。最後の会社の時にもう自分が思い描いていたその普通っていうレールからもう降りようと、ドロップアウトしちゃおうっていうふうに思ったのが44歳の時なんですよね。で、そこで選んだのがゲイの方向けのリラクゼーションサロンっていうねいわゆるゲイマッサージっていう、お仕事になるんですけど、それでも、将来的には自分で何かね、新しいことを始めたい、起業したい、起業って言うとちょっと大げさですけど、なんか新しい仕事を始めたいっていう思いがあって、とりあえずつなぎの仕事っていう感覚でこのゲイマッサージっていうのを始めたんですよね。でも気づいたらなんかもう10年以上ねやってたりするんですけど、でもおかげさまでなんかお客様とかにもねちゃんと選んでいただいたりとか、ずっと来てくださるお客様もね結構いらっしゃるし、50代になってようやくですよ、ようやく本当にようやく自分がこういうふうに生きていきたい、こういう人たちの役に立ちたいとか、こういう方たちのサポートをしてみたいとか、こういう世界を作っていきたいっていうのがようやくね目を出してくれたんですよね。そうは言ってもね、やっぱり時々やっぱ思いますよね。テレビなんかでなんかその僕が今まで思ってた普通の生き方をしている方たちの、映像を見たりとかね、友達の話聞いたりとかした時に、劣等感じゃないけどなんか自分は間違ったことをしてんじゃないかみたいな感覚にとらわれることもやっぱり未だにやっぱり時々あります、正直に言ったら。でもその時やっぱ自分の中でこう思い直すんですよね。いやこれはもう自分が選んだ人生でもう戻るつもりはないみたいな。確かに人から見たら、変な人生っていうかね、ちょっとこうドロップアウトした人生に移ってるのかもわからないけど、僕本人にとってはこの生き方が自分に合ってる、身の丈に合ってるっていうのかな。そういう方をしてきて、そういう生き方を選んでるからもうこれでいいんだっていうふうに、そういう出来事とか聞いたり見たりとかねした時には、そういうふうに自分の中でこうちゃんと消化できるようにやっとなれたかなっていう感じですね。一般的な生き方では全然ないんですけど、人にこう勧められるような生き方でもないんですけど、でも自分にとってはすごく居心地がいい、より自分らしく生きられてる、なんかそういった実感っていうのはこう日々感じてるかな。皆さんってこう普通にとらわれてこう苦しくなった経験ってないですか？なんかそのプレッシャーっていうか圧っていうかで、僕らの場合はそのセクシャリティがあるがゆえにやっぱりプラスアルファで余計なこう重りというかね、なんかそれでも背負ってるじゃないですか。そこってねやっぱり
それ背負いながら普通の生き方をするっていうのは僕にはできなかったから、今こうなってるんですけど、これでいいのかなっていう葛藤があったりとかってする方っていらっしゃいますか？このね、動画見てる方の中で。もし、いたら、ぜひね、コメント欄でね、ちょっとね、その葛藤みたいなもの、ちょっとね、教えていただけたらなと思うんですね。本当に自分らしく生きようと思ったら、やっぱ大変なことっていっぱいあるんですよね。だからこそみんなでね、支え合って、協力し合って、応援し合っていけたらなと本当に思ってるので、もしね、共感とか共鳴してくださる方がいれば、チャンネル登録をしていただいて、公式 LINE 登録していただいて、みんなでね、コミュニティをね、作っていけたらなと思うので、はい、よろしくお願いします。ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。